企業価値評価、すなわちバリュエーションという概念は、単なる会計上の数字遊びや機械的な算術を超越した深い知的好奇心と洞察力を要求する知的探求の旅路です。それは企業の過去の軌跡をたどり、現在の立ち位置を正確に把握し、そして何よりも未開の未来にどのような可能性が秘められているのかを見極めようとする人類の飽くなき探求心そのものと言えるでしょう。経済活動の根幹をなし、資本市場の血流を支えるこの精緻なプロセスは、複雑に絡み合う金融理論の奥深さと、刻一刻と変動する実社会のダイナミズムが交錯する領域であり、これに携わる専門家には、深い学術的理解と実践的な洞察力が等しく求められます。この壮大な叙事では、企業価値評価が持つ多面的な目的、その確立された主要な手法群、そして投資判断という重大な局面において、この評価がいかに本質的な役割を担うのかを、事実に基づき詳細に解き明かしていきます。企業価値評価の多角的視点と本質的意義企業価値評価という言葉は、一見すると無機質な技術的作業を想起させるかもしれませんが、その定義と内包する意味合いははるかに広範です。これは、特定の企業の経済的価値を、貨幣単位という普遍的な尺度で測定しようとする極めて精緻な分析プロセスでありながら、その背後には常に当該企業の将来に対する深い洞察と、それに基づく戦略的な意思決定を強力に支えるというより高次の目的が込められています。この評価プロセスはまだ到来していない未来の無限の可能性を現在時点へと引き寄せ、それを客観的な数字として可視化する試みであり、企業の存続、成長、そして避けられない変革というビジネスライフサイクルのあらゆる段階において不可欠かつ決定的な役割を果たします。ニューヨーク大学スターン経営大学院のアズワス・ダモダラン教授が、企業価値評価は科学であると同時に芸術であると述べるように、客観的なデータ分析と将来予測における主観的な判断、ただし論理的かつ経験に基づいたもののバランスが極めて重要となるのです。価値評価の目的は、企業のライフサイクルとステークホルダーの多様なニーズに応じて、想像をはるかに超えて多岐にわたります。この多様性こそが、価値評価が持つ本質的な複雑さと奥深さを示していると言えるでしょう。M&A と事業再編、戦略的価値の可視化、企業が持続的な成長戦略の一環として、新たな市場への参入や事業領域の拡大を目論み、他社を吸収合併する、あるいは非中核事業を売却、分割するといった M&A、すなわちマージャー&アクイジションズの局面では、買収価格や売却条件を決定する上で、公正かつ客観的な評価額が極めて重要な基準となります。M&A 取引では、対象企業の市場価値や内在価値を上回って支払われる買収プレミアムの考慮が不可欠です。これは、支配権の獲得やシナジー効果への期待によって決定されます。シナジー効果には、コスト削減といったコストシナジー、売上増加といった収益シナジー、税制優遇や負債コスト最適化といった財務シナジーなど、多岐にわたる種類があります。例えば、LBO、つまりレバレッジド、バイアウトにおける評価では、買収資金の大部分を借り入れに依存するため、対象企業のキャッシュフロー創出力と借入返済能力が評価の核となります。もし適切な評価がなされなければ、買い手は真の価値を超えた過大な対価を支払い、株主価値を毀損するリスクに直面し、売り手は価値を低く見積もられ、本来得られるべき利益を逸失する可能性にさらされるでしょう。資金調達と市場デビュー、公正価格の模索、革新的な技術やサービスを要するベンチャー企業や非上場企業が市場から広く資金を調達し、事業を一段と加速させるために株式公開、すなわち IPO を目指す際には、その公募価格の設定が厳密な企業価値評価に基づいて行われます。非上場企業は市場での継続的な取引がないため、評価における流動性ディスカウント、つまり株式の換金性の低さに対する割引を考慮する必要があります。一方で、
支配権を移転する取引ではコントロールプレミアム、つまり支配権獲得による価値の上乗せが加算されることがあります。この価格設定は、企業の将来的な成長期待と、投資家が負うリスクに対する許容度との間で絶妙なバランスを取る必要があり、市場から適切な評価と信頼を得るための最初の、そして最も重要な関門となります。過度に高い価格設定は市場からの不人気を招き、逆に低すぎれば既存株主の利益を損なうため、極めて戦略的な判断が求められます。また、ベンチャーキャピタルが投資するスタートアップ企業においては、未来の成長潜在力こそが評価の核となるため、既存の収益や資産よりも、事業アイデアの独自性、市場規模、経営チームの能力、そして将来のエグジットシナリオが重視されます。投資判断の羅針盤、市場価格と内在価値の乖離、機関投資家から個人投資家まで、あらゆる投資家にとって、企業価値評価は欠くことのできない羅針盤となります。彼らは、株式市場に表示される市場価格が、企業の真の本源的価値を適切に反映しているかを見極めるために独自の評価を行い、市場価格と本源的価値との間に生じる乖離、すなわち市場の歪みに基づいて、投資の是非を判断します。市場価格が本源的価値を下回ると判断されれば買いの好機と捉えられ、その逆であれば売却や投資見送りの判断が下されます。市場の歪みは、情報の非対称性、投資家の行動バイアス、例えば確証バイアス、損失回避性、アンカリング効果など、あるいは群衆心理であるハーディング効果によって引き起こされることが、行動経済学によって明らかにされています。法的、税務的要請と内部管理、客観性の確保、企業再編や事業再生、あるいは法的な紛争における損害賠償額の算定、さらには税務上の目的、例えば相続や贈与における非上場株式の評価など、公平かつ客観的な価値評価が法的な要請として求められる場面も少なくありません。また、事業承継の際の後継者への資産移転における評価、特定の事業部門の成果測定、新規プロジェクトへの投資意思決定など、企業内部の経営戦略や意思決定においても、価値評価の視点は多角的な分析を可能にし、より合理的な判断を導く礎となります。しかし、ここで深く認識すべきは、価値という概念自体が、決して唯一無二の絶対的な客観的真実ではないという点です。評価の目的、そして評価を行う主体。例えば買収を検討する買い手、売却を望む売り手、市場からのリターンを追求する投資家、税務の公平性を求める税務当局など、それぞれの視点によって、対象企業に対する期待、内在するリスクの捉え方、将来性への見方が異なり、その結果として算出される価値もまた、多様な解釈と変動の可能性を秘めます。したがって、企業価値評価とは、客観的な唯一の真の価値を追求する独断的なプロセスではなく、特定の目的と、それに紐づくさまざまな過程、そして特定の条件の下で、最も妥当な価値を探求するプロセスであると理解することが、その本質を深く捉える上で不可欠となります。それは、無数の事実とデータ、そして評価者の深い洞察力に基づき、最も説得力のある物語を数字という普遍的な言語で表現する、高度な知的作業に他ならないのです。企業価値評価の手法は、その哲学とアプローチの根源的な違いから、大別すると3つの主要なカテゴリーに分類されます。一つはインカム、アプローチであり、企業が生み出す将来のキャッシュ、フローや収益を現在価値に割り引くことで企業価値を算定する方法です。二つ目はマーケット、アプローチと称され、類似する上場企業の株価や取引事例と比較することで企業価値を算定する方法です。三つ目はコスト、アプローチであり、企業の純資産をもとに企業価値を算定する方法です。これらの評価アプローチは、それぞれが固有の長所と短所を持っており、単一のアプローチに限定せず、複数のアプローチを組み合わせて総合的に判断する評価のトライアングルが一般的です。DCF 法の深掘り、
未来の洞察と挑戦企業価値評価の手法群の中でも、DCF 法、すなわち割引キャッシュフロー法は、その根源的な理論的優位性から、多くの金融専門家やアカデミアによって、最も本質的かつ網羅的な評価手法であると認識されています。この手法の核心は、企業が将来にわたって、その事業活動から生み出すと期待されるフリーキャッシュフロー、つまり FCF を、その発生時点から適切な割引率、すなわち WACC である加重平均資本コストで現在価値に割り引くことで、企業が持つ本源的な価値を算出する点にあります。これは、企業の収益創出能力と、未来における成長潜在力を直接的に評価し、それを現在の貨幣価値へと変換するという、貨幣の時間的価値、つまり将来得られる1円は現在の1円よりも価値が低いという考え方の概念に基づいた極めて論理的なアプローチです。DCF 法において価値評価のまさに源泉となるフリーキャッシュフロー FCF とは、企業が本業の事業活動によって生み出す現金の総量のうち、その事業を維持拡大していくために必要な投資、例えば新たな設備への投資であるキャペックスや運転資本、つまり棚卸資産や売掛金などの増減といった項目を差し引いた後に、株主や債権者といった資本提供者に対して、理論上、自由に分配できる現金を指します。企業フリーキャッシュフロー、FCFF は、税引き後営業利益、NOPAT に減価償却費を加え、設備投資と運転資本の増加額を差し引いて算出されます。株主フリーキャッシュフロー FCFE は FCFF から利払いを控除し、借入金の増加額を加え、借入金の返済額を差し引くことで算出されます。これらは会計上の利益とは異なり、非現金支出項目や投資活動の影響を排除した企業がその事業活動から純粋に稼ぎ出す真の利益と位置づけることができます。FCFF は企業全体の価値、つまり事業価値を評価する際に用いられ、FCFE は株主資本の価値を評価する際に用いられます。この FCF の予測は、DCF 法による最終的な評価結果に決定的な影響を与えるため、極めて重要かつ、多角的な視点からの慎重な分析が求められます。具体的な予測プロセスでは、将来の売上高成長率、営業利益率、固定資産への資本支出の計画、運転資本の変動、適用される税率など、多岐にわたる事業過程に基づいて行われます。これらの過程の一つ一つは、企業の将来の事業環境、市場における競争力、経営戦略の有効性、そしてマクロ経済全体の動向に対する深い理解と洞察を要求するため、その予測の精度が評価の妥当性を直接的に左右するのです。わずかな過程の変更、例えば成長率のわずかな差異やコスト構造の変化であっても、積み重ねられた結果として最終的な評価額に数%から数十%といった看過できない大きな影響を及ぼすことも珍しくありません。特に、ブーカ、つまりボラティリティ、アンサーテンティ、コンプレキシティ、アンビギュイティと呼ばれる現代の予測困難な環境下では、過去のデータに基づく直線的な予測だけでは不十分であり、シナリオプランニングや地政学的リスク、技術革新のスピード、サプライチェーンの脆弱性といった非財務的要素も織り込んだ定性的な考察が不可欠となります。次に、将来予測された FCF を現在価値に割り戻すために用いられる割引率が、加重平均資本コスト、WACC です。WACC は、企業が事業活動のために資金を調達する際に発生する平均的なコストを示す指標であり、企業の資本構成、すなわち負債と株主資本の市場価値に基づく構成比率でそれぞれのコストを加重平均して算出されます。WACC の計算式は以下の通りです。WACC、E、V、RE、足す、D、V、RD、1、キー C。ここで、E は株主資本の時価総額、
D は負債の時価総額、V は E と D の合計、RE は株主資本コスト、RD は負債コスト、TC は法人税率を示します。負債コスト、RD は企業が新規に負債を調達する際に支払う利率であり、通常、企業の信用格付けや市場金利、例えば社債利回りなどを参考に決定されます。法人税率、TC は、負債の利払いが税務上の費用として認められ、税負担を軽減する効果、つまりタックスシールドを反映させるために用いられます。タックスシールドの存在は、企業にとって負債が株主資本よりも相対的に安価な資金調達手段となる理由の一つです。特に、株主資本コスト、RE の算定においては、CAPM、つまり資本資産価格モデルが一般的に広く用いられます。CAPM は、無リスクレート、つまりリスクのない投資から得られるリターン。株式リスクプレミアム、つまり株式投資家が要求する上乗せリターン。そして評価対象企業のベータ値という3つの主要な要素に基づいて算出されます。リスクフリーレートは、理論上、全くリスクのない投資に期待できるリターンであり、通常、長期国債の利回り、例えば10年物国債利回りが代理として用いられます。これは、国家のデフォルトリスクが個人や企業のデフォルトリスクよりも極めて低いと考えられているためです。DCF 分析では、評価対象企業の事業期間やキャッシュフローの発生時期を考慮し、適切な期間の国債利回りを選択することが重要です。インフレ期待や中央銀行の金融政策によって変動するため、その動向を注視する必要があります。株式リスクプレミアム ERP は、リスクフリー資産への投資と比較して、株式投資家が要求する上乗せリターンのことです。ERP の算定方法には、過去の株式市場の平均リターンと国債の平均リターンとの差を計算する歴史的データに基づく算定、現在の株価水準と将来予測されるキャッシュフローから逆算するインプライド ERP、専門家予測やサーベイデータを用いる方法があります。ERP は市場全体のセンチメント、経済成長の見通し、地政学的リスクの増減によって変動し、その適切な設定は評価結果の信頼性に大きく影響します。ベータ値は、個々の株式のリスクを市場全体のリスクと比較して測る指標であり、市場全体の動きに対して、その株式の価格がどれだけ敏感に反応するかを示します。ベータ値が1より大きい場合は市場よりもボラティリティが高い、つまりリスクが高いとされ、1より小さい場合は市場よりもボラティリティが低い、つまりリスクが低いとされます。ベータ値は過去の株価データを用いて、株式のリターンと市場全体のリターンとの共分散を市場全体のリターンの分散で割ることで計算されます。企業の資本構成の影響を取り除いたアンレバードベータと、現在の資本構成を考慮したレバードベータがあり、M&A や資本構成変更時の評価では、比較対象企業のベータ値をアンレバード化し、評価対象企業の資本構成でレバード化するといった調整が必要となります。これらの要素を適切に設定し、WACC の信頼性を確保することは、DCF 法による評価の精度と妥当性を高める上で不可欠な作業であり、専門家の深い知識と経験が問われる部分でもあります。WACC は、その企業が新たなプロジェクトに投資する際に、最低限クリアすべき期待収益率、すなわちハードルレートとしての役割も果たします。DCF 法は、その理論的な優位性から高く評価される一方で、いくつかの大きな、そして本質的な課題を抱えていることも事実です。その最大の課題は、何よりも将来予測に伴う避けられない不確実性と、それに起因する過程設定における主観性です。特に、最終的な評価額の大部分を占めることが多いのが、予測期間を超えた将来の価値、すなわちターミナルバリューです。通常、DCF 法におけるフリーキャッシュフローの予測期間は、一般的に5年から10年程度に設定されることが多いですが、企業はそれ以降も永続的に事業を継続すると仮定されます。この予測期間以降の
無限に続く将来のキャッシュフローを一体として評価するのがターミナルバリューであり、主に永続成長モデル、つまり予測期間後の FCF が一定の成長率で永続的に成長すると仮定するゴードン成長モデルや、予測期間末の FCF や EBITDA に適切な市場マルチプルを適用するマルチプルモデルなどで算定されます。このターミナルバリューが最終的な企業価値の約7割から8割、場合によってはそれ以上の割合を占めることが頻繁にあるため、その算定方法や基礎となる永続成長率、あるいは適用するマルチプルといった過程のわずかな変更が、最終的な評価結果に決定的な影響を与えることになります。永続成長率は、通常、経済全体の長期的な名目成長率よりも低いね。例えば0から 3% 程度に設定されることが多いですが、この設定一つで評価額が大きく変動します。このターミナルバリューへの極めて高い依存性こそが DCF 法が時に予測芸術とも称されるゆえんです。予測期間後の成長率を過度に楽観的に設定すれば企業価値は高く算出され、逆に悲観的に見積もれば低く算出されるため、ここには評価者の主観的な判断が大きく介在する余地が常に存在するのです。このような内在する不確実性に対処し、DCF 法による評価の眼見性を高めるためには、様々なシナリオに基づく感応度分析、つまりセンシティビティ、アナリシスの実施が不可欠です。感応度分析とは、売上高成長率、営業利益率、割引率としての WACC、そしてターミナルバリューの永続成長率など、最終的な評価結果に影響を与える主要な仮定値を一定の範囲で変化させた場合に、企業価値がどのように変動するかをシミュレーションする手法です。これにより、特定の仮定が評価結果に与える影響の範囲を客観的に理解することができ、意思決定者は潜在的なリスク要因をより深く認識し、不確実性に対応するためのより情報に基づいた多角的な判断を下すことが可能になります。さらに、モンテカルロシミュレーションのような高度な手法を用いることで、複数の仮定が同時に変動する状況下での企業価値の確率分布を推定し、より洗練されたリスク評価を行うことも可能です。結論として、DCF 法は、企業の未来に対する最も深い、そして本質的な洞察を提供する、強力な評価ツールである一方で、その未来を予測し、複雑かつ多岐にわたる適切な過程を設定するという、高度な専門知識と経験を要する挑戦に満ちた作業を伴います。それは単なる数値を計算する機械的なプロセスではなく、評価対象企業のビジネスモデル、業界の競争環境、経営戦略の有効性、そしてマクロ経済全体の動向に対する高度な理解と深い洞察力が求められる、複雑かつ洗練された分析プロセスであり、科学と芸術が融合した領域と言えるでしょう。マーケットアプローチとアセットアプローチ、市場と現状の視点、企業価値評価において、DCF 法が企業の未来が創出するキャッシュフローに焦点を当て、本源的価値を探求する未来志向のアプローチであるのに対し、マーケットアプローチは、その名の通り市場の視点から企業価値を捉えます。このアプローチに属する比較企業分析、コンパラブル、カンパニー、アナリシスや取引事例比較法、プレシデント、トランザクション、アナリシスは、実際に市場で形成された客観的なデータに基づいているという点で、特に実務において広く用いられています。これらの手法は、DCF 法のように複雑で不確実性の高い将来予測を詳細に行う必要がないため、比較的迅速に評価を行うことができ、また、市場における類似企業の評価実績や実際の M&A 取引事例を参照することから、利害関係者間の合意形成に寄与しやすいという、実用上極めて大きな利点を持つものです。比較企業分析 CCA では、まず評価対象企業と事業内容、規模、成長性、収益性、リスク特性、資本構成などが類似する上場企業群を徹底的な調査に基づいて慎重に選定することから始まります。
この類似性の判断こそが CCA の成否を分ける極めて重要な要素であり、もし比較対象企業が適切でなければ、算出される価値の妥当性は著しく損なわれます。具体的には、業種分類のみならず、提供する製品、サービスのタイプ、地理的市場、顧客層、技術レベル、ビジネスモデルの構造、競争優位性といった詳細な要素を考慮する必要があります。選定された比較対象企業群について、PER、つまり株価収益率、PBR、つまり株価純資産倍率、EV/EBITDA、つまり企業価値、償却前営業利益倍率といった主要な株価指標や企業価値倍率を算出し、その平均値や中央値を評価対象企業の財務指標、例えば純利益、純資産、EBITDA などに適用することで、対象企業の価値を推定します。PER は企業の収益力に対する市場の評価、PBR は純資産に対する評価を示しますが、特に EV/EBITDA は、負債を含む事業全体の価値が、事業が生み出すキャッシュフローの源泉である償却前営業利益、EBITDA のどの程度の倍率で評価されているかを示し、資本構成の影響を受けにくい指標として M&A の文脈で特に重視されます。これは、多額の設備投資を伴う製造業やインフラ企業、あるいは負債が多い企業のように、減価償却費や金利負担が大きく、純利益だけでは事業の実態を正確に捉えにくい場合にその真価を発揮します。EV/EBITDA は、異なる資本構成や減価償却方法を持つ企業間での比較においても公平性を保ちやすいという特徴があります。一方、取引事例比較法 PTA は、過去に行われた M&A 取引の中から、評価対象企業と事業内容、規模、戦略的特性が類似する取引事例を収集し、その際に適用された買収倍率、例えば買収対価と EBITDA の比率などを評価対象企業に適用することで価値を算定します。CCA が市場で取引されている類似企業の時価総額に基づく倍率を用いるのに対し、PTA は実際に支配権が移転した取引におけるプレミアム、つまり支配権対価が反映された倍率を用いる点が決定的に異なります。これにより、M&A における買収プレミアムを含んだ、より実態に近い価値が導き出されると期待されますが、過去の取引事例が限定的であることや、個々の取引には固有の戦略的背景やシナジー効果が含まれるため、単純な適用が困難な場合もあります。過去の取引事例が希少であったり、時期が古い場合は、今日の市場環境や業界構造を適切に反映できないリスクがあります。しかしながら、これらマーケットアプローチにも、その本質的な限界と課題が存在します。市場環境の変化や景気循環、さらには特定の産業に対する投資家の集合的な感情や投機的な動向によって、マルチプルは大きく変動するリスクを常に内包しているのです。アズワス、ダモダラン教授が指摘するように、市場は常に効率的ではないという認識が重要です。例えば、公共機や AI、EV、宇宙産業といった特定のセクターに対する熱狂的な投資が起こるバブル期には、期待先行でマルチプルは異常なほど高騰する傾向があり、企業の真の価値を超過した評価がなされがちです。逆に、不況期やパンデミック、金融危機といった投資家の悲観論が市場全体を支配する時期には、実態以上に低く評価されることも少なくありません。このような市場の歪みは、情報の非対称性や投資家の行動バイアス、例えば投資家がニュースのヘッドラインや短期的なトレンドに過剰に反応するアンカリング効果、群衆心理によるハーディング効果、過去の成功体験に固執する確証バイアスなどによって生じ、評価結果の信頼性を揺るがす大きな要因となります。また、評価対象企業と真に類似する事業内容、規模、成長段階を持つ上場企業が市場に極めて少ない場合、あるいは適切な M&A 取引事例そのものが存在しないニッチな産業や新興企業の場合、これらの手法による評価の信頼性は著しく低下する可能性があります。
第3の主要なアプローチであるアセットアプローチは、DCF 法が未来の収益力を、マーケットアプローチが市場の評価をそれぞれ捉えるのに対し、企業の現在の資産と負債の状況に焦点を当てます。これは、評価対象企業が現在保有する個々の資産、例えば現金預金、売掛金、棚卸資産、有形固定資産、投資有価証券などを一つ一つ評価し、そこから負債、買掛金、借入金などを差し引くことで、その純資産価値を算定する手法です。このアプローチには、貸借対照表上の母価純資産をそのまま用いる手法や、資産、負債を時価で再評価して時価純資産を算出する手法、さらには企業が清算された場合に回収されると見込まれる価値、すなわち清算価値を基準とする手法などが含まれます。このアプローチは、企業の最低保証価値を見積もる際や、継続企業としての事業活動が困難であると判断される場合、あるいは資産保有が事業の中核をなす不動産会社や投資会社などの評価に特に適しています。アセットアプローチの利点は、その客観性と理解のしやすさにあります。特に生産価値を用いる場合、企業の倒産や事業停止といった最悪のシナリオにおける回収可能額を示すため、リスク評価の観点から重要です。しかしながら、このアプローチには大きな限界も存在します。それは、企業が事業を継続することを前提とする継続企業価値を適切に捉えられない点です。ブランド力、顧客基盤、卓越した技術、優秀な人材、特許やノウハウ、企業文化といった貸借対照表上には計上されない無形資産が現代企業の価値創造において極めて大きな比重を占めているにもかかわらず、アセットアプローチ単独ではこれらの価値を十分に評価できません。例えば、アップルのブランド価値や Google の検索技術は、単なる固定資産や流動資産の集合体では測りきれないでしょう。また、将来の収益創出能力や成長性といった企業の未来を映し出す要素も考慮されないため、特に成長途上の企業やサービス業など、無形資産の比重が高い企業においては、アセットアプローチのみでその真の価値を測ることは不十分と言わざるを得ません。無形資産評価には、ロイヤリティ免除法や超過収益法など、別途の専門的な手法が存在するものの、その算定には多くの過程と不確実性が伴います。結局のところ、これら3つの主要なアプローチ、すなわち将来の収益性を重視するインカムアプローチ、市場の評価を参照するマーケットアプローチ、そして保有資産の価値に着目するアセットアプローチは、それぞれが異なる視点から企業価値を捉えるため、相互に補完し合う関係にあると言えます。まるで異なるレンズを通して同じ物体を観察し、それぞれのレンズが映し出す像を統合することで、より多角的で立体的な全体像を把握するかのようです。評価の目的、M&A、資金調達、組織再編、訴訟目的などや、評価対象企業の業界特性、事業フェーズ、財務構造といった固有の特性に応じて、最適なアプローチの組み合わせを選択し、それぞれの結果を慎重に比較検討することが、専門家としての責務であり、より包括的で信頼性の高い企業価値評価を導き出すための不可欠なプロセスなのです。一つの手法に固執するのではなく、それぞれの長所を最大限に生かし、短所を補い合う多角的な視点こそが、現代の複雑な企業価値評価においては求められています。価値評価の課題と投資への本質的応用。企業価値評価は、精緻な分析技術と深い事業理解を要する科学である一方で、将来予測や市場の動向、経営者の戦略といった多くの主観的判断が不可避的に介在するため、時には直感や経験が光る芸術の側面をも併せ持つ、極めて複雑で奥行きのある営みです。この二面性は、特に急速に変化し、不確実性が常態化している現代のビジネス環境において、その課題を一層際立たせています。評価モデルに内在する限界と対応策。評価モデルの核となるのは、将来の成長率、利益率、資本支出、そして企業のリスクを反映する割引率といった、
多岐にわたる前提条件です。これらの前提条件は、過去の財務データや業績トレンド、業界のベンチマーク、企業の経営計画、さらにはマクロ経済予測など、様々な情報源に基づいて設定されますが、そのいずれもが将来の絶対的な保証ではありません。特に DCF モデルにおいては、予測期間以降の成長を織り込む長期的な成長率や終末価値の算出に使われる永久成長率、そして割引率である WACC のわずかな変化が、最終的な企業価値に著しい影響を与えることが知られています。このため、評価実務においては、これらの主要な前提条件、特に成長率、割引率、利益率などが変動した場合に評価額がどのように変化するかを示す感応度分析、つまりセンシティビティ、アナリシスが不可欠です。さらに、最適な仮定値の範囲を見つけるためのモンテカルロシミュレーションや、異なるシナリオ、楽観的、標準的、悲観的を複数設定し、それぞれのシナリオに基づく評価結果を提示するシナリオ分析も、不確実性に対処する上で有効な手段となります。また、評価モデル自体が持つ構造的な限界も存在します。例えば、企業のライフサイクルにおけるスタートアップ期や成長期にある企業は、収益やキャッシュフローが不安定なため、DCF 法では将来のキャッシュフロー予測が困難な場合が多いでしょう。スタートアップ期は売上が少なく、赤字経営が常態化しており、高い成長ポテンシャルを持つがリスクも高いものです。このような企業では、ベンチャーキャピタルが用いるマルチプル法、つまり類似企業比較法や、将来の成長性を重視した評価方法、例えば、TAM、つまりトータル、アドレスアブル、マーケット分析に基づく将来の市場シェアと売上予測、あるいはベンチャーキャピタル方式、つまり投資家の要求リターンから逆算して評価額を算出する方法などが用いられることが多いです。また、ブランド価値、人的資本、ネットワーク効果、知的財産、特許や著作権といった無形資産の価値を定量化することが難しいという評価モデルの限界も存在します。これらの無形資産は、現代の知識経済において企業の競争優位性と長期的な価値創造の源泉となるにもかかわらず、伝統的な会計基準では十分に認識、評価されません。この課題に対処するため、ロイヤリティ免除法、超過収益法、オプション評価モデルなど、無形資産の特性に応じた評価手法が発展しつつありますが、依然としてその客観性と信頼性の確保は大きな挑戦です。投資の本質と目的、リスクとリターンの最適化。投資とは、将来の収益や価値の増加を期待して、現在保有する資金や資産を投じる行為であり、その基本的な目的は資産の保全、インフレヘッジ、そして資産の増加、つまりリターン獲得にあります。投資は、その対象によって、株式投資、債券投資、不動産投資、コモディティ投資、オルタナティブ投資、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、インフラなど、多様な種類に分類されます。投資の根本的な関係性として、リスクとリターンはトレードオフの関係にあり、一般的に高いリターンを期待できる投資は、それに伴うリスクも高くなる傾向があります。投資家は、自身の年齢、財務状況、リスク許容度、投資目標などを考慮し、適切なリスクレベルと期待リターンを持つ投資を選択する必要があります。企業価値評価は、このリスクとリターンのバランスを客観的に判断するための不可欠な情報を提供するものです。投資哲学と市場の作用、深遠なる洞察、企業価値評価の結果は、投資家が割安、適正価格、割高といった判断を下し、具体的な投資意思決定を行うための基礎情報となります。ポートフォリオ構築においては、個別の企業評価結果をもとに、リスク、リターンのバランス、業界分散、テーマ分散といった観点から、どの銘柄をどのくらいの比率で組み入れるかを決定します。投資哲学は多岐にわたります。バリュー投資は、市場で過小評価されている、
つまり本来の価値よりも株価が低い企業を見つけ出し、その株を長期保有する哲学です。ベンジャミン・グレアムやウォーレン・バフェットが代表的な提唱者であり、企業の財務諸表を詳細に分析し、割安な銘柄を発掘することに重点を置きます。彼らは市場の短期的な変動に動じず、企業の長期的な内包価値に注目し、十分な安全域、つまりマージン、オブ、セーフティを確保して投資を行います。グロース投資は、将来的に高い収益成長が見込まれる企業に投資する哲学です。これらの企業は、しばしば高い PER や PBR で取引されますが、その成長性が株価を上回ると期待されます。グロース投資家は、革新的な製品やサービス、強力な市場シェア、効率的な経営体制などを重視し、企業が将来的に大きな価値を生み出す可能性に着目します。クオンツ投資は、統計学、数学、コンピューターアルゴリズムを用いて、データに基づいた投資戦略を構築、実行する哲学です。感情や直感に頼るのではなく、定量的なモデルやシグナルに基づいて、機械的に取引を行います。アズワス・ダモダラン教授の主要な教えの一つに、市場は常に効率的ではないという認識があります。これは、効率的市場仮説、EMH に対する実践的な挑戦であり、市場価格と本来の企業価値との間に乖離が生じる可能性を認め、その乖離を捉えることが投資機会につながると示唆しています。彼は、投資家がなぜ投資するのか、その根本的な理由を理解することの重要性を説き、自身の投資哲学を確立することを推奨しています。市場の非効率性や、投資家の行動バイアス、確証バイアス、損失回避性、アンカリング効果などが、市場価格を本源的価値から乖離させることが、行動経済学によって明らかにされています。例えば、新規性の高い情報への過剰反応、アンダーリアクション、オーバーリアクション、特定のセクターやテーマへの群衆行動、バブル形成、損失を確定させたくないという心理、損失回避性などが市場価格に影響を与え、投資家がこれらの非効率性を認識し、活用することで、アルファ、つまり市場平均を上回るリターンを追求する余地が生まれるのです。M&A、非上場企業、ESG 要因の評価応用、現代的要請への対応、M&A 取引における評価では、単に対象企業の価値を算定するだけでなく、買収プレミアムの妥当性、シナジー効果の実現可能性、そして買収後の統合リスク、組織文化の衝突、主要人材の流出、IT システムの統合困難性なども評価に織り込む必要があります。買収プレミアムの内訳を、コントロールプレミアム、シナジー価値、市場の期待値などに分解し、その妥当性を検証することが重要となります。非上場企業の評価では、市場での継続的な取引がないため流動性の低さを考慮し、流動性ディスカウントを適用したり、支配権の獲得による価値としてコントロールプレミアムが加算されることがあります。流動性ディスカウントは、非上場株式の売却が困難であることに対する割引であり、その割引率は企業の規模、業績、売却までの期間予測などによって変動します。一方、コントロールプレミアムは、支配権を獲得することで、企業の経営戦略や資産処分に影響を与えられることに対する価値の上乗せであり、通常20から 40% 程度が目安とされますが、企業の戦略的価値や業界特性によって大きく異なります。ESG、環境、社会、ガバナンス要因は、企業の持続可能性、リスク管理能力、そして長期的な収益性に影響を与えることから、企業価値評価においてますます重要視されています。環境要因は気候変動リスク、炭素税、異常気象による事業中断や資源制約、社会要因は労働慣行、従業員のエンゲージメント、多様性や製品安全性、サプライチェーンの人権問題、ガバナンス要因は取締役会の独立性、株主関係、透明性、
汚職防止に影響します。これらを評価モデルに組み込む方法としては、ESG リスクを割引率である WACC の調整に反映させる。リスクの高い企業ほど WACC を高く設定。ESG パフォーマンスが収益に与える影響を DCF モデルのキャッシュフロー予測に織り込む。ESG に優れた企業は将来的な売上成長やコスト削減が見込める。ESG スコアに基づくマルチプル調整を行うといったアプローチが考えられます。また、特定の ESG テーマに特化した投資ファンドにおいては、ESG 評価が投資スクリーニングの最初の段階で用いられることも一般的です。投資家は、単に計算された企業価値だけでなく、その前提となる事業計画の実現可能性、経営陣の能力、業界の競争構造、ポーターの5、フォース分析など、市場環境の変化といった定性的な要因も総合的に考慮して、最終的な投資判断を下します。企業価値評価は、株式投資のみならず、債券投資、信用リスク評価、不動産投資、プライベートエクイティ投資など、あらゆる投資判断において、投資対象の適正価格を判断し、リターンの源泉を理解するために不可欠なツールなのです。まとめと今後の展望。これまでの探求は、企業価値評価が単なる数式上の計算ではなく、企業の将来キャッシュフローを予測し、リスクを考慮した上で、その本質的な価値を推定する、多面的かつ洞察に満ちたプロセスであることを示しています。投資の本質は、この評価された価値と市場価格の乖離を利用して、リスクを管理しながらリターンを最大化することにあります。短期的な市場の変動に惑わされず、長期的な視点で資産を運用することが、投資の成功確率を高める上で重要です。また、分散投資は、特定の資産クラスや銘柄に集中投資するリスクを軽減し、ポートフォリオ全体のリスクを管理するための基本的な戦略であり、異なる評価結果を持つ銘柄群を組み合わせることで、より頑健なポートフォリオを構築することが可能となります。将来の評価トレンドとしては、AI やビッグデータの活用による評価精度の向上、非財務情報、ESG、無形資産などの評価への一層の統合、そしてサステナビリティへの関心の高まりが、企業価値評価の在り方に大きな影響を与えると予想されます。AI とビッグデータの進化、AI と機械学習は、膨大な財務データや非財務データ、ニュース、SNS、サプライチェーン情報などの分析、FCF 予測や類似企業選定の精度向上、複雑なシナリオ分析や感応度分析を可能にし、評価の信頼性を高め、時間も大幅に短縮します。例えば、自然言語処理、NLP を用いて、企業の開示文書からリスク要因や成長機会を自動抽出し、予測モデルに組み込むことが可能となるでしょう。リアルタイムでの市場価格と本源的価値の乖離を検出するツールも進化し、投資機会の発見を支援するでしょう。非財務情報、ESG、無形資産の統合、ESG 評価は、企業の社会的責任や倫理的側面が長期的な価値創造に不可欠であるとの認識から、投資判断の重要な軸となり、非財務的リスクの管理や企業ブランド価値向上にも寄与します。気候変動リスクへの対応、従業員満足度、データプライバシー管理といった要素が、企業の長期的な存続と収益性に直接影響を与えるため、これらの情報が評価モデルにさらに深く組み込まれます。SASB、サステナビリティ、アカウンティング、スタンダード、ボードや TCFD、気候関連財務情報開示タスクフォース、ISSB、国際サステナビリティ基準審議会といった国際的な開示基準の標準化も、ESG 評価の信頼性を高める上で重要な役割を果たします。また、ブランド価値、R&D 投資による知的財産、顧客データといった無形資産の評価手法も、より洗練され、企業価値の重要な構成要素として認識されるようになるでしょう。評価における課題としては、グローバル経済の不確実性の増大、地政学的リスク、貿易摩擦、
サプライチェーンの混乱、急速な技術革新への対応、ディスラプティブテクノロジーによる既存ビジネスモデルの陳腐化、そして ESG 情報の開示の標準化と信頼性の確保が挙げられます。特に ESG データは未だ定性的情報が多く、軽量化や比較可能性に課題があるため、その透明性と監査可能性を高めることが今後の重要なテーマとなります。これらの課題への対応が、将来の評価手法の進化を促し、より総合的で未来を見据えた評価アプローチが確立されていくでしょう。企業価値評価は、常に進化する市場環境や社会情勢に対応するため、学習を継続し、新しい分析手法や情報源を取り入れていくことが不可欠です。最終的に、企業価値評価と投資の本質を深く理解することは、個人投資家から機関投資家まで、すべての人々が賢明な金融的判断を下し、激動の時代において資産を効果的に運用するための揺るぎない羅針盤となるでしょう。